皆さん、こんにちは。ペンギンジャパニーズです。今日も一日、本当にお疲れ様でした。皆さんは、どんな一日を過ごしましたか？仕事が大変だった人、学校で頑張った人、いろいろな人がいると思います。私は今、外から帰ってきたところです。今日は私の夜のルーティンを皆さんに紹介しようと思います。帰宅してから夜眠るまで、私はどんな風に過ごしているのか。実は動画の最後に私が家の中で一番大好きな場所を紹介しています。そこに行くと一日の疲れが全部なくなってしまう魔法のような場所です。ぜひ最後までリラックスして聞いてくださいね。それでは私の夜のルーティンスタートです。ガチャ。ドアを開けます。家に入ったらまず大きな声でただいまと言います。一人暮らしですが、これを言うと自分の家に帰ってきたなと安心します。そしてまずは靴を脱ぎます。皆さんも知っている通り、日本の家は玄関で靴を脱ぐ文化です。床が一段高くなっているところを上がりがまちと言います。ここからは外の汚れを持ち込まない神聖な家のスペースです。外で履いていた靴はきれいに揃えておきます。そしてふわふわのスリッパに履き替えます。この瞬間が足が解放されてとっても気持ちがいいんですよ。次にカバンを置きます。重い荷物を置くと肩の力がふっと抜けます。それから着ていたコートや上着を脱ぎます。脱いだらすぐにハンガーにかけます。シワにならないように丁寧にクローゼットにしまいます。これを後回しにすると部屋がすぐに散らかってしまいます。すぐやるのが私のルールです。カバンを置いて上着をしまう。これが私の気持ちをオフにする帰宅スイッチになっています。皆さんは帰ってきて一番に何をしますか？さあ、次は手を洗います。洗面所へ行きます。外から帰ったら、まずは手をきれいに洗うのが日本の習慣です。風邪をひかないように石鹸でしっかり洗います。ここで私のお気に入りを紹介させてください。見てください、このハンドソープ。泡の形が犬の足跡になっているんです。肉球の形がとっても可愛いですよね。この泡を見るだけで仕事の疲れが吹き飛んでいきます。こういう小さな可愛いものが毎日の生活には大切だと思いませんか？手を洗ったら清潔なタオルでしっかり拭きます。皆さんはお気に入りの洗面グッズ何かありますか？次に左手の腕時計を外します。一日中つけているともう腕が重くて。ちなみに私の腕時計の置き場所はいつも決まっています。パソコンの横にある小さなトレイの上です。決まった場所に置かないと、あれ？時計がない。どこ？と探して次の日の朝、私はパニックになります。ここで少し日本語のお勉強をしましょう。皆さんは時計という言葉をどう使っていますか？日本では腕に巻くものは腕時計。壁にかかっているものは壁掛け時計です。そして机の上に置くものは置き時計と言います。しかし、日本語ではこれらをすべて時計の一言で済ませます。ほら、壁の時計の下にあるその時計とか普通に言いますからね。気をつけてください。さあ、いよいよ着替えの時間です。窮屈なシャツを脱いでスカートも脱ぎます。そして私が一番大好きな
部屋着に変身します。ゆったりとした大きなシャツと柔らかいスウェットパンツ。これが私にとっての最強のファッションです。もちろんおしゃれも大好きですが、家では楽さが一番です。髪の毛もまとめちゃいます。首元がすっきりしてとても楽になります。これで完全にプライベートな私になりました。お腹が空いてきましたね。そろそろ夕飯の準備をしましょう。キッチンへ移動します。まず、冷蔵庫を開けて中身をチェックします。今日は何を食べようかな。パパッと作れるものに決めました。まずはご飯を炊きます。それから温かいお味噌汁を作ります。ちなみにお味噌汁の具は私はわかめとお豆腐も大好きです。お出汁のいい匂いが部屋中に広がってきます。お味噌汁の香りを嗅ぐと日本人でよかったなぁと感じます。皆さんの国では疲れた時に食べる定番の料理はありますか？さあ、料理が並びました。お箸を用意して手を合わせます。いただきます。私はご飯を食べるときにテレビは見ません。その代わりにラジオを聞きます。その日のニュースや音楽を聞きながら食べます。誰かの話し声をBGM にしながら食べると、一人で食べるご飯も寂しくありません。ゆっくりとよく噛んで味を楽しみます。自分で作ったあったかいご飯を食べる。これが明日への私のエネルギーです。ごちそうさまでした。お腹がいっぱいになって少し眠くなってきました。でも、後片付けをしなければいけません。私はそこで食洗機を使っています。汚れをさーっと水で落としたら食器を全部食洗機へ入れちゃいます。洗剤をポンと入れてスイッチを押すだけです。あとはこの子が全部やってくれます。洗うだけでなく乾燥までしてくれる私の強い味方です。そしてシャワーを浴びるまでの時間は私の完全な自由時間です。普段は本を読んだり YouTube の編集をしたりしてます。たまにね、ビールを飲みながらする時もあります。そしてですね、最近新しく始めたことがあります。それはヨガをすることです。パソコンの前にマットを敷いて YouTube の動画を見ながらポーズをとっています。はい、足伸ばしてなんて言われても私はね、体が硬いんですよ。だからポーズをとるときはまだ体がプルプルと震えています。それでもね、少しでも汗をかくと頭がすっきりして気持ちが良くなります。三日坊主にならないように楽しみながら続けていこうと思います。さて、シャワーも浴びてパソコンで明日の予定をちらっと確認して大切なメールに返信もしました。さあ、いよいよ最初にお話しした私の大好きな場所の登場です。それはこのお布団です。私はベッドではなく畳の上に布団を敷いて寝るのが大好きなんです。押し入れを開けてね、よいしょーと重い布団を出します。この布団を敷く作業少し大変なんですけど、でもそのお布団で寝られると思うともうワクワクしてきます。今はこのお布団の中が世界で一番安心できる場所です。布団に入ったらスマホのアラームをセットして電気を消します。目を閉じたらもう1分で夢の中へ行けそうです。はい、今回はここまでです。私の夜のルーティンいかがでしたか？皆さんは寝る前に必ずすることはありますか？これをするとよく眠れるよというヒントがあったらぜひコメントで教えてください。日本語の感想も大歓迎です。
今日も最後まで動画を見てくれて本当にありがとうございました。皆さんもいい夢を見てくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。それでは、またね。